新卒採用は本当にレベルが大変高いです。いいイメージの会社様に上書き保存されてしまいます。他社に取られてしまう難易度が高い新卒採用もうまくいくためにノウハウをお伝えさせていただきますので、ぜひご活用ください。皆さん、こんにちは。株式会社オールウェイズのパクです。今回は求人広告媒体完全攻略新卒採用編、こちらについてお話しさせていただこうと思います。以前の動画でもですね、中途採用編についてお話しさせていただいたんですけれども、今回のこの新卒採用編、発展版として捉えてください。中途採用が基礎編です。新卒採用は発展編です。難易度について再度整理していきたいと思います。採用活動のレベルは、中途採用は30から40レベル、新卒採用は70から80レベルになります。新卒採用は本当にレベルが大変高いです。攻略本なしにはそのレベルまで上げることが大変難しいです。その難易度が高い新卒採用もうまくいくためにノウハウをお伝えさせていただきますので、ぜひご活用ください。新卒採用難易度が高い理由なんですけれども、新卒の方々はアルバイト経験ぐらいしか働いた経験がないので、どういった会社で正社員として働くのか経験を持っていません。ですので、人事採用担当者の方々の雰囲気ですとか人当たりの良さ、こちらも意思決定に関わってきます。新卒の方にいいイメージを持ってもらえばいいんだ、そんな風に思ってしまって、そんなに難易度が高くないんじゃないかなという風に思う方もいらっしゃるかもしれません。しかしですね、新卒の方々は良いイメージを持つ会社様に対してどんどんエントリーをしてしまうため、他社に取られてしまう、そういった形にもなってしまいます。イメージ付けしてブランディングしたら騙して取れるみたいな感じかなとか思ったんですけど、そういう話じゃないんですか？新卒の方々はイメージでその会社に対してエントリーをし、内定承諾をするっていうふうに決める方も多いんですけれども、思い出を多く増やすことっていうふうによくお話をさせていただいたりとかしてます。面談で学校生活の悩み事の相談を乗ってくれたですとか、学生時代頑張ったこと、それがどのように社会に出た後に生きるのかというところをお話しする。学生の方々に対してキャリア教育をするような形で関わりを持っていくと、学生の方々にとって特別な存在になっていくことができます。学生の方って SNS とかすごく見てたりとかするので、間髪なく良いイメージの企業様に日々会っていく形になるので、いいイメージの会社様に上書き保存されてしまいます。新卒の子ってやっぱ受ける社数が中途に比べてめっちゃ多いとか、そういうこと？検討の社数が多いというか。中途採用との大きな違いは、中途入社される方は大抵ですね、比較する企業様が3から5社程度ぐらいだと思います。しかし新卒の方は一括エントリーという方法を使って何十社に対してもですね、エントリーをすることができます。日々いろんな会社様に出会い、ポジティブなお話を聞いているので、インパクトが強ければ強いほど志望動機が上がり、その会社の方にエントリーをしていくというような動き方をしています。結構長期目線じゃないと新卒頑張れないですか？新卒採用はですね、長期的な目線で投資である、このような考え方が大事になってきます。中途人材は入社してすぐに活躍できる即戦力っていうふうに言われたりするんですけども、新卒の方々は即戦力になっていただくっていうような目線ではなくて、将来この会社を大きくしていく、そのためにゆっくりと育てていく、そういった目線で新卒採用されると良いと思います。イメージ付けってまず時間かかるじゃないですか。別にめっちゃコスパ悪くないですか？新卒の方はですね、採用する難易度も高いですし、良いイメージを抱いていただくためのブランディングも大事になってきます。内定承諾をしてくださった後もフォローしていくっていうようなことも必要になってきますので、会社としてもマンパワーがかかってきます。そこまでして新卒をなぜ取るのかなんですけれども、新卒の方はですね、会社の DNA しっかりと自分のものにして会社が欲しい人材に育て上げることができる。これが新卒採用するメリットになってきます。例えば中途の方は前職の経験もありますので、どうしてもそちらの方の影響を受けています。しかし新卒の方はですね、社会人経験がないため、会社として最も大事にしていることを最初に伝えて浸透させて、その状態で働いていくことができます。そうするとですね、将来会社として活躍する人材になっていった際に単なる売り上げを上げたりですとか、会社として言われたことをやるっていうような人材ではなくてですね、その会社が大事にしているビジョン、世界観を踏まえた上で日々行動し、仕事を進めてくれる。これが新卒採用する最大のメリットです。新卒採用をやるかどうかの意思決定の仕方、まずそれを教えてください。新卒採用を始めてみよう、そんな風に思われた際にですね、中途採用をやったことがあるかどうか、中途採用での成功体験、これが新卒採用を始める上で大事になってくるポイントです。中途採用は4月、6月、8月、12月、この時期にですね、転職活動を考えることが多いので、何回も1年間の中で中途採用を行うチャンスが巡ってきます。この方法でうまくいったのか、うまくいかなかったのかという PDCA を短い期間で回すことができます。対して新卒採用は1年間に1回エントリーを行い、就職活動を行い、入社をしていくというような順番ですので、PDCA を回していくスパンがどうしても長くなってしまいます。新卒採用でうまくいかなかった反省点を生かすのは来年以降になってしまいます。
新卒をやっていい条件、やるべき条件ってありますか？中途採用でうまくいった成功体験を通してツールの使い方、求人票の書き方、身につけてから新卒採用に挑むというステップがとても大事になってくるんですけれども、それだけでは足りません。新卒採用は一丸となって会社全員が新卒を迎え入れる体制、雰囲気、コミットが大事になってきます。新卒採用の社内メンバーなんですけれども、御社で活躍して成果を出している、こういった方をメンバーとして引き入れていく、これがとても大事です。新卒採用はイメージで決めてしまうというふうにもお話しさせていただいたんですけれども、トップ営業マンの方、活躍している人材の方は自社で働くやりがい、こちらについてですね、学生の方々に説得力を持って説明することができます。新卒採用のレベルは70から80というふうに申し上げました。仕事の難易度も高いですし、仕事量も多いです。そんな難易度が高い新卒採用の業務をきちんと全うできるのは管理職以上の方が理想だと思っています。むしろそういった方でないと新卒採用はうまくいかない、それぐらい思ってしまっても良いかと思っています。新卒採用を始めるための条件です。1つ目が、御社が新卒採用を行うためのカルチャー、受け入れ体制があること、そして新卒採用をやっていきたい強い熱量があることです。2つ目です。中途採用の成功体験があること。3つ目です。管理職クラスの人材を人事採用担当者のメンバーとして受け入れる体制、覚悟があること。これら3つになってきます。弊社の方にも新卒採用の相談を受けることがあります。そういった場合は、まず中途採用の方からやってみませんかっていうふうに伝えることも多いですし、むしろ新卒採用やめた方がいいんじゃないですかっていうふうにまで話すこともあったりします。中途半端にやってしまうと、時間もお金も無駄になってしまうことになります。ですので、できれば中途採用をやってから新卒採用に挑まれる、そういった流れの方が良いかなというふうに伝えています。この3つの条件、今お話しさせていただきました。この条件が揃っていない会社様はですね、ここで動画を止めてください。そしてこれから先の動画を見る必要はありません。まずは今申し上げた3つの条件ができてからこの動画に戻ってきてください。この3つの条件を無事にクリアしましたと、そういった企業様はですね、ここから先の動画でうまくいく新卒採用、レベル70から80を達成する方法についてお話しさせていただきたいと思います。基本的にやることは中途採用と変わりませんが、クオリティの高さ、スピード感の速さが求められます。新卒の方々は1人当たりのエントリーする会社が多いこと、良いイメージを上書き保存されてしまうこと、長期的なフォローが必要になること、これらが全体的な採用活動の難易度の底上げをしています。ですので、具体的なステップを全うしながら、常に学生の方々に対してイメージ、そしてスピード感を持って選考の対応していくことが重要になってきます。大きく3つのステップやることがあります。周辺情報を集めること、営業マンを見極めること、効果が出ている採用チャンネルを常に観測すること。ステップ1、この周辺情報についてなんですけれども、昨今のですね、コロナ禍でリモートで就職活動を行う方が増えました。最近起きた出来事、これによってですね、エントリーする会社の社数が減ったり増えたり、ある業界に対して人気が集中するというようなトレンドの変化がよく起きます。例えば動画配信サイトですごく有名になったドラマがあります。地面師さんというものなんですけれども、そういったものを見て不動産業界に興味を持ちエントリーが増えるというような、これはあくまで一例ですけども、ドラマですとかヒットした漫画、映画とかによって業界の人気が集中してしまうということもよくあります。加えてこのトレンドの変化によってですね、採用スケジュールも大きく変わってきます。具体的にはですね、2027年卒の新卒の学生たちはおそらく通年採用になるだろうというような話が今出ています。大手企業が今順次2027卒のサービスの告知を開始し始めました。大学1年生でも登録することができるようになってきています。学生たちのトレンド、スケジュールの変更というものを常にキャッチアップし、自社の採用活動に生かしていく。これが難易度をかなり上げている理由になります。ステップ2の営業マンの見極めになります。新卒採用の成功体験を持っている営業マン、こちらがですね、担当になることがとても大事になってきます。トレンドの変化、スケジュールの変化も見越しながら、会社にとって適切な方法、スケジュール、伝え方で採用活動の広報を協力してくれる営業マンをアサインすることが重要になってきます。例えば、スケジュールのお話でいきますと、学生たちはインターンシップ期間中に選考を受け、内定をもらい、内定承諾をするという実情があります。そのため、スカウトの配信は従来の3月1日以降に積極的に行っていくよりも、インターンシップ期間中にスカウト配信を大量に行っていくという戦略が大事になってきます。トレンドですとかスケジュールを意識したツールの使い方になってきますので、そういった提案ができる営業マンが大事です。3つ目の効果が出ている採用チャンネルを常に観測すること、こちらなんですけれども、新卒採用はありとあらゆる方法、採用チャンネルを駆使して採用活動を進めていくことが重要です。具体的には採用チャンネルを5つ以上使っていくことが大事です。しかしですね、この5つなんとなく使っているとですね、採用業務が増えてしまって、人事採用担当者の方々がとても忙しくなってしまって、学生たちのフォローをする時間がない、こんな悪循環が生まれてしまいます。最低でも週に1回、すべての採用チャンネルの応募数、採用者数、採用単価、応募単価も見直し、適切な媒体に時間とお金、労力をかけていくことが重要になってきます。
ここで重要なのが、新卒採用は1年に1回しかチャンスがありません。昨今のトレンドを踏まえると、正確には1年半ほどの採用活動の実施を行うことになります。最終的な成果が分かるのは1年から1年半後になります。PDCA を回す期間が長めになってしまう、こちらも難易度の高さになっています。1年から1年半の採用活動の間に、少なくとも週1回採用チャンネルの状況を観測するですとか、細かく刻み状況を把握する、これが大変重要になってきます。ここまでステップ3つについてお話しさせていただきましたが、ここからもう一つステップ4として内定者へのフォロー、こちらが大変難易度が高いです。学生の方は内定を早期にもらいたいというふうな気持ちがありますが、早く内定を出し内定承諾をしてもらうとフォローする時間も長くなってしまいます。フォローしている期間中に学生の方に対してきちんと連絡を取らないと他社の方に流れてしまいます。僕はですね、就職活動の相談を受けることもあったりするんですけれども、3月1日の時点で3社内定を持っている学生と出会う機会がありました。その学生にですね、第一志望はあるのって聞いたところですね、3社の中にはないっていうふうに言っていました。正直自分は内定を持っているけれども他の会社に行くこともできるっていうふうに思ってしまってますっていうふうに話を聞いたこともあります。学生の方が選ぶことができる立ち位置にあるので、積極的に連絡し、学生とのコミュニケーション量を増やすことが重要になってきます。今回の動画では求人広告媒体完全攻略新卒編お話をさせていただきました。新卒採用の難易度はとても高いです。御社の中できちんとした体制、マンパワー、そして適切な人材の配置、これがとても重要になってきます。それら3つの条件をクリアしてから挑むのが新卒採用になってきます。中途半端に新卒採用を行うのではなく、まずは中途採用で成果を出すなど事前のステップを踏んでおくことが大事です。そんな難しい新卒採用もですね、成功すれば御社の最も大事にしている会社としての DNA、こちらをですね、引き継いで今後も会社の未来をですね、担うような人材の採用をすることができ、御社の事業の発展にも直結しますので、ぜひ新卒採用諦めず、まずはこの動画を通して学んだことを実践してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。